全然違う車に連れてかれる。チュップチュップとかみたいな感じね。成田とか日本で両替してしまうパターン。もしや、猿と結託してるやん。コウタです。タイです。今日はバリ島観光5つのノウハウ、知らないと損することについてお話をしてみたいと思います。Let's get started! 世界中チャンネル1個目、空港から市内どうやって行けばいいの、どうやって行けばいいのっていうことですね。まず注意点が一つあって、税関手続きとかパスポートコントロール終わりましたと、出ましたと。そうなったら、空港の職員なのか何なのか、民族衣装、このバリ島の衣装をやって、この頭のね、ターバンみたいな、そう、タオルみたいなものを巻いた、あいこのバリ人だなっていう人たちが来るんですよ。なんて言ってるかというと、なんかタクシーとか聞いてきて、荷物持ちますよって言って、そこでですね、我々も一回やってしまったというね。めっちゃ親切やみたいな。そんなんしてくれるんやとか言って。バリ島さすが観光や力入れてるわと思って、荷物運んでもらってね。で、終わってね、タクシーのところまで来たら、チュップチュップとかみたいな感じね。つまりチップ目当てでそれを運ぶというのが、あそこの空港で許されてるみたいなので、それが前提ですよということを踏まえた上で、もちろんそれ気持ちよく払いたいよとか荷物持ってもらいたいよっていう方は、手伝ってもらえるから。手伝ってもらったらすごくいいと思うし。金額でも結構金額言ってきたよね、最初。ああ、そうね。600円ぐらいかな。600円ぐらいにして我々交渉して300円か200円か300円。知らんかったから。本当に5分もないんでね、それくらいが妥当かなと思ってそれくらいお支払いをしました。結構多くの方が交渉可能なので。そうだね。それだけちょっとそれも楽しみにね、やっていただきたいと思います。はい。はい。で、空港から市内ね。もうこれは、まず一つは、ホテルとか予約されてる方は、迎えに来る方がいらっしゃいます。そうだよね。この看板持って。そうですね。誰々さんっていうね、形持ってる方があるし、でもほとんどの場合は、タクシーというか、言ってしまえばグラブを使うことになるかと思います。ですから、グラブというアプリは大変便利、使えるアプリなので、もう東南アジア行くなら絶対にどこ行っても必要ぐらいの感じのアプリなので、ぜひグラブは日本にいる時入れておいていただいて、クレジットカードも連携しておいていただいて、もう空港着いたら、Wi-Fi を使っていただいて、で、グラブ専用のバリ島の場合は、待合室待合室がありますので、そこまで行って、予約をして、すれば結構早く来ます。もちろん、声かけてくるタクシーに乗ってもいいんですが、それも場合によっては交渉だったりとか、高く言われたりするので、グラブの場合はもうそういう交渉が一切必要ないので、しかもクレジット決済ということで楽なので、おすすめです。というわけで、このグラブを使っていただきたいと。ちょっと一個注意点でさ、このグラブ待ってる時にさ、スマホにさ、グラブの画面出したら、グラブって言って、あたかも私グラブの人なんですよっていう感じで。結構東南アジアあるね。グラブの画面をなんか見せてきて、でもその人実はグラブさんじゃないっていうことが結構あるので、邪魔されないようにしていただいて、ちゃんとナンバーとかがちゃんと出てるから、グラブには。ナンバー確認して、その人かとかっていうのをちゃんと確認しないと、全然違う車に連れてかれる。そう、キャンセルして、そこに乗らざるを得ないみたいなこともね。そう。なので、そこのところは要注意です。空港 Wi-Fi は、空港出たらもちろんのこと通じなくなるので、あらかじめこういうルートがねっていうのを画面キャプチャーするなりなんなりして、そこまで行けるようにしといた方がいいかなと思います。あと旅行の場合は空港で SIM なんかを買って繋いじゃうのもありかなとは思いますね。でもあれが一番いいんじゃない？もし旅行の人はさ、Amazon でさ、SIM 買うやつ。空港 Wi-Fi、空港 SIM でも3日間とか5日間であればそんなに大きな金額じゃないんじゃないですか。長期で、我々みたいに長期でね、やる場合はもっと別のノウハウありますけど、短期的にはそれでいいんじゃないかなというふうに思います。チャンネル登録お願いします。2つ目、バリ島内の移動の仕方について。はい、移動ですね。基本は、もうこれ自動車かバイクしかないと考えてください。多くの方が自動車を使うのであれば、やはり先ほどのグラブというものだったりとか、インドネシア専用のゴジェックというアプリもあります。バリ島では、だいたいグラブかゴジェックっていうアプリでバイクを呼んで、こんな感じでバイクに乗ることができます。みんな慣れてはるから、すごく余裕で安全で行
けるし、ヘルメットも貸してくれますので。しかも評価システムがあるので非常に親切な人が多いです。ねえ、優しいよね、みんなね。荷物持ってくれたりね、うんもう優しく接してくれたりするので、それを使ってくださいと。1日かけて、いろんなとこ回りたいっていう場合は、チャーターもありです。そうだね。はい。これは、街の観光のところとかで、うん、出店みたいになってたりしますからね。そこで聞いてみると、6000円から1万円ぐらいであると。さらにこれはちょっと自己責任になってしまいますが、我々はレンタルバイクすごい気に入っていて、おすすめとまでは言えないけれども、使ってみるのもとても気持ちが良くて、そうだね。移動は本当に楽。楽しさもあるよね。現地の風感じたり、風を感じながら、しかもバイクしか通れない道がいっぱいあるから、両サイドね、ライスフィールドっていう畑を見ながら、みたいな感じで気持ちよく行けるので、それも、使ってみられる方は、それもいいかなというふうに思います。バイクを置いていたので、駐車料金を支払います。50円でした。大きいお金しかなかった。両替しにダッシュに行ってくれた。細かいのなくてごめんね、おじさん。すごい丁寧だ。Terima kasih。で、これは何度もこのバリ島シリーズでお話ししていることですが、とにかく渋滞に注意ということで、昼間の時間、朝9時ぐらいから夕方5時、6時ぐらいまでは結構渋滞している箇所がありますよと。これは大体決まっていて幹線道路とか、ここの交差点は絶対いつも渋滞だねっていうところ決まってるんですけれども、とにかく余裕を持って出るということが大事。今、信号待ちです。日差しは強い。日差しがすごい。めっちゃね、バイクの数多いんですよ。あと、車の間を縫ってバイクがバンバン走ってます。できれば何度も言ってますけど、あんまり移動しないというのがおすすめかなと。特に遠出はそんなにしない方がいいかなというふうに思います。そうだね。飛行機日ありますね、皆さんね。飛行機日は、これも本当に余裕を持って、Google マップで、1時間とか出てたとしても信用しない。そうやな、確かに。さっきみたいな渋滞が特にさっき言ったデイタイムのね、時間に、仕事帰りの時間に移動は本当に気をつけて、例えば2時間前に着きたいんだったら4時間前に出る。それぐらいの余裕があった方がいいよね。そうすると、本当に2時間前に到着する可能性があったりして、我々のチャングでも普段は30分で着きますけど、ネット見てると3時間かかったっていう方もいるんで、これは本当に注意しながらやっていただきたいと思います。早朝便とかだったら結構ね、もう、ノーストレスで。早朝深夜は大丈夫。もちろん。大丈夫なんですけどね。それからちょっと気をつけていただければと思います。3つ目。お金の両替どうしたらいいの？そうですよね。これ気になるところだと思います。クレジットカード使えるところももちろん多くあるんですが、とは言っても現金が必要なシーンが結構あったりします。なんか街の露店で買いたいよとかいう場合だったりとか、場合によってはチップ渡したいよっていう場合だったりとか、あとはサーフィンショップでちょっとレンタルね、したいっていう場合は結構クレジットカード使えないところが多いです。そうだね。ある程度持ってった方がいいです。安心だよね。ただ、避けていただきたいのは、成田とか日本で両替してしまうパターン。絶対ダメ。一番レート悪いからやめて。一番これがレート悪いです。本当に。ですから、心配して大丈夫かなみたいなことはあるかもしれないですけど、もう大丈夫です。日本円持ってバリに来てください。まだバリの空港で両替する方がマシだよね。そう。で、今そのポイントなんですが、じゃあ空港で両替するのっていうと、空港はちょっと高いです。そうですね。普通より。なので、空港では、例えば、本当に街中で使う5000円とか、1万円分ぐらいとか、いうぐらいだったら OK ですが、そんなに大量に、これ全部使うだけやる必要はない。もったいないです。で、というのも、もう本当に観光エリア、例えばウードであっても、チャングーであっても、クタであっても、もうどこでも、両替屋さんが大量にあるので、それしかも、大体が看板があって、金額もね、レートが出てるんですね。出てるから安心。で、レートが出て、ほとんどぼったくりとかもないです。そうだね。だから、レートのいいところが行けばいいと。ただ、一点だけ注意があるんですが、本当に稀になんですが、両替手数料を取るところがある。そう。普通はね、手数料なしだけどね、この前行ったやつね。そう。映一回の地域の2店舗ぐらいね、
なんかめちゃくちゃレートが良くて、レートがいいですね感動して行ったんですよ。そうそしたらなんとそう手数料合わせ手数料てこれだよとか言ってめっちゃ高い金額になってて、僕ら何ヶ月も住んでるのにこんな初めてだよみたいなね、いやでそういうところが本当にたまにあるんで、よくよく最終レートを聞いてね、そうだね看板にあったとしても、うん大体この電卓で表示してくれるんですよ、いくらだよっていうか、例えば1万円渡したら、1万円だったらこれそうそう、先これになるよってにね、いう感じで、一応はそうやって言ってくれるからね。ハロー。さてどうなるかな？ Commission. Have commission. コミッション？ Yeah. ワンオンナイワンオンナイン？ノーって言ってるわ。コミッションとか言ってる。105だって。ダメダメ。あ、オッケー。バイ。でもとにかく手数料は基本かからないもんだっていうふうな前提を持ってれば、手数料かかるって言われたらおかしいなってなってると思うから、そんな感じで思っておいてもらうといいかなと。で、単位がすごい大きいんですね。そうそうそう。だいたい1万円あったら100万ルピア。ルピアきます。だから、こうなるんですね。この、100万めっちゃゼロ多いなってなるね。感じなので、これはちょっと気をつけていただいて、ポイントはゼロを2つなくせばいいとうん。いうことですね。100ルピアだったらゼロ2つなくして、1円なんだと。うん。10万ルピア。 1万ルピアだったらゼロ2つなくして100円なんだぐらいの感覚ですね。本当はまあ、日によって全然違うんですけそうど、だね。まあ、そんぐらいの感覚でいると、まあ、ざっくりとね、うん高いな安いなっていうのが計算できると思うんで、そうだね。そして最後は、飲食店で行くと、例えば値段があって、これくらいだなと思っていくと、サービス料と税金を 15% ぐらい取られる場合があります。うんこれ結構店によって様々です。まあ、いいお店は、含まれてる場合もあるし、そう、その料金に含まれてる場合もあるし、うん外税で、その別でねもの以外に取られる場合もあるので、まあ、それぐらいはね、よっぽど高くなければ、それぐらい入ってるもんだというふそううだにね。思っていただければというまあ、ふうにローカル思います。屋台では絶対そんなことはないけど。そうね。はい。という感じです。うん。4つ4番目目。治安についてです。治安に関してはかなりいいです。むちゃくちゃいいよね。むちゃくちゃいい今まで怖い目にあったことも一回もないし、怖い場所だなって思った場所そう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 一個もなくない？まあ、我々55カ国とか50カ国ぐらい行ってるんで、大体なんかここ怪しいなとなんとなくわかるんですけど、それがほぼないですうね。ん、本当にそうだよね。夜も普通に一人で歩いたりとかできるし、でもまあちゃんと注意はしておいてくださいっていうところが。すべてにおいて、うん。日本より安全なところはないんだという意識はすごい大事です。それは大事。ですから、強盗にあったりとかいうのケースはまあほぼないって考えていいんですけど、でもスリと油断はか、しないで。まあちょっとぼったくられるとか、うんそういったことはあり得るので、そうだね。そこだけ注意ですそうね。やな。あとまあもちろん人通りの少ないところにはうん行かないとか、あんまり夜遅くは出歩かないとかいうことを注意していただければ、まあほとんど犯罪になるようなことはそうやないんじゃね。ないかなと。一個だけ犯罪なんじゃないかのやつなんは、ですか？寺院でお猿さんに、あれは犯罪っていうのは、犯罪ってお猿さんに注意です。お猿さんがなんか物取ってくるんですよ。お猿さん可愛いと思ってスマホとかこうやってやってたら、急にお猿さんパッて取ってきたりとかするんで、しかもお猿さんはなんかその賢いんで、そうやって取ったら何かと交換して何かを得れるっていうことを分かってるのでですね、やばいどうしようって我々パニックに陥ってたところ、なんか1000人みたいなおじさんが出てきて、まさにこんなこうひげね、ヒゲの白い生やしたさんおじさんが出てきて、なんかバテみたいな、俺が取ってやるそうみたいな。任せろ的なことをなんか言ってきて、おー、そしたらすごいと思ってね。果物をね、渡して、果物でこう気を取られてるうちにパシッて、そうそう。猿の気を引き。ああ、優しいおじいさんだとうん。いうふうに、ありがとうと思って、で、チップ渡渡そうそしたら、ノーノーって言われて、チップいらないのなんていい人なんやと思って感動して、センキューセンキューって200円ぐらい、200円ぐらい渡そうですよね。そう受け取ろうとしたら、その時にまた話してくれなくて、あれもしやこれはみたいな感じで、もっとくれっていう、そのチップをくれっていう50,000で500円分要求されて、そう。もしやみたいな。グルパターンかという猿と結形託してるやんみたいな感じで、なのでそういうちょっとパターンもあるので、あります。気をつ気をつけて。けてください。で我々はちゃんと断りましたから。ちゃんと200円分で、ありがとうねっていう形で、ちょっとおじいさん不満げだったけどね、うまさかの結託と思ってなかったから、そんなこともあるので、んで、これを Facebook に代理さんが投稿したら、
私もやられましたとか、そういっぱいね、私の旦那もやられましたとか、そういろんな人たちが被害に遭ってたので、あそここれはあるあるパターンらしいので、そうそういったことには気をつけていただければというふうに思います。はい。最後、5番目。 5番目、買い物についてです。はい、お買い物をね、はい、これ重要ですよね、女子は特に。結構あるんです、ショッピングモールが。ショッピングモールもあるね。ショッピングモール大量にあります。普通にあるし、はいちっちゃい個展とかでも可愛いお店いっぱいあって、で、なんか一見、ここ高級な感じちゃうみたいなところに行ってみても、意外と安かったりとかして、お手頃だったりとかして、すごい可愛いワンピースとか、あとなんかそのアクセサリーとか、そういうのいっぱい売ってるんですよ。なので、もちろんなんていうのかな、フェイクブランドサングラスとか、そういうのも大量にあります。交渉可能な店が多いっていうところだけ、そうだね。ちょっと理解しておいて。うん。綺麗な店とかブランド物はもちろん値札がついてたりして、それ以上交渉可能っていうところは少ないんですけども、街の露店のようなところであれば、バーディーって書いた T シャツとかね、売ってるところとか言ったら、とかちゃんとそうね、そういうところは全然交渉聞くので、最初に言ってくる金額はもうなんか例えば4倍とかさぐらい3倍、4倍、5倍ぐらい考えておいて、思いっきり下げって言っても結構大丈夫だったりするんで、そんな感じで交渉をちょっと楽しんでもらうといい。で、これもいくつか行ってみて交渉してみて、そうそう一番安かったところに買うとか、さっきのとこはこれぐらいやったでって言えるしね。で、あと、もう、究極言うとよくあるのが、交渉して下げましたと。でも、もっと交渉したいっつって相手がノーと言いますと。じゃあ、帰るよっていうふりを、ちょっと、オーケーもういいわ、帰るわっていうちょっと待って、そう、ちょっと待って、なる。オーケー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 みたいな。その年代オッケーみたいな感じで言ってくる場合もあるんで、買い物の中に含まれへんかもしれんけど、エステとかマッサージとかもいっぱいあるから、すごく質のいいとことかでも、激安なとことかでも、高級なとことかでも、めっちゃ幅広くあるので、この何本か前の時には、スパね、高級スパもお話ししてますし。それもね、見ていただいて。はい、見てもらうと、うわ、こんな高級スパこんな感じなんやって。高級って言っても、日本に比べて半分ぐらいの金額とか。アフリカじゃない多分普通にね、多分それぐらいの感じのところもあるし、もう本当に超激安な1時間700円とか、そんなとこもあったりとかして、そういうのとかもいろいろ、女子喜ぶ買い物というか、いろんなアイテムというか、があるので。そうですね。はい。Google マップを参考にすると、結構その評価が正しかったりする場合があります。本当に。例えば 4.5 とかついてて、500とかね、コメントがついていたりして、そのコメントも結構ね、絶賛の嵐とかだったら、大体もう、ほぼ言って間違いないと。この動画を見てくれた人は、Google マップの私のめちゃくちゃおすすめ店みたいなののリスト、タイミシュラン。タイミシュランリストっていうのタイミシュランで、タイミシュランっていうの。っていうリストがあるので、概要欄からそれをぜひ見てみてもらうと、バリ島行くときにさ、必ず美味しい、必ず気持ちいいところに行けると。そう、そんな感じになるので、ぜひぜひね、それを活用してもらうといいかなと思います。はい、ありがとうございます。もうバリ島は語り尽くすところがないぐらい素晴らしいところなので、ぜひ何度も何度も行っていただいて、いろんな体験をして、いろんなエリアで、いろんな経験をしていただきたいとそうだね思います。はい、我々も来年また4ヶ月目のとても楽しみにしております。それでは、世界中でお会いしましょう。さよなら。いいね、よろしくね。コメント、そして、チャンネル登録。チャンネル登録。お願いします。特にね、こんな話聞きたいっていう場合はぜひコメント欄にね、やっていただくと我々の参考になります。ではまた会いましょう。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。See you around the world.